RC 統合ドスロゴです。こんにちは。どうもこんにちは、ドクター三浦です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、新しいモーターをね、テストしてみようというふうに思っております。D ライクさんからね、今度発売になる540だけれども、ちょっと側繰りが小さいモーターなんですけれども、一応まずパッケージの方をお見せしますね。こういう形になっております。はい。D ライクさんがもう10年ぐらい前から、その構想を練ってやっと実現したモーターということらしいんですけれども、その説明の方を僕ちょっと読みますね。お願いします。はい、540DSC ダウンサイジングコアセンサー付きブラシレスモーター RWD 専用リアルドリモーター NA でナチュラルアクセレーション。まあ普通のエンジンとかだとアスピレーションっていうんですけどね、まあ吸気なんですけども、これは多分モーターだからあえてアクセレーションっていうふうに言ってると僕は思います。 D ライクこだわりのモーター第2弾540規格に、軽量コンパクトなダウンサイジングコアを採用。本体重量がね 130g ということで結構軽いですよね。2タイプありまして、10.5 ターンと 17.5 ターンの2タイプあります。で 10.5 ターンの方がこれエンジンを想定して名前を付けてあると思うんですけども、7AG チューンドットでね、17.5 ターンの方が 4AG っていうふうにカッコでね書いてあるってことは、それを意識したモーターの方になっていると思います。回転の安定と高回転高負荷に対応するために光合成のケースを採用。走行時間の長いドリフトに対応するためにコアの冷却効果を高める最大フィン形状。表面が多分うねうねになってて表面積ねが多いってことですよね。パンチ力最大パワー強靭な耐久性を求めたリアルドリモーター前のやつですね、に対して滑らかなアクセルフィーリングと軽量化により軽快な荷重移動を求めたリアルドリモーター NA 登場と。でリアルドリを追求した新たな世界にチャレンジしたモーターになりますということで、全く新しいコンセプトのモーターということなので、非常に楽しみですよね。モーターを見ていく前にこの 4AG、7AG の違いっていうのはね、車のプロであるドクター三浦にねちょっと解説の方をお願いしたいなと思うんですけれども。ハードル高いですね、今日も。まずですね、4AG たるもの何なのかっていうと、代表的なのがAE86 なんですけれども、AE86 は縦置きにありますけれども、4AG っていうのは縦レイアウト、いわゆる FR レイアウト、それから FF のレイアウト、それから MR2 に積んだ、AW11 ですね、の時に積んだ、MR で活躍した 4AG なんですけど、いわゆる排気量が 1600cc のエンジンですねの4気筒の、NA、それからその後スーパーチャージャーだとか出ましたけれども、NA ですね、いわゆるナチュラルアスピレーション、自然吸気のエンジンで高回転型のエンジンなんですね。はっきり言って下の4000回転ぐらいまでのトルクを求めるものじゃなくて、それが回転で回して遊ぶエンジンだったんですね。それに対して 7AG っていうのはトヨタの別に正式エンジン型式ではないんですね。7AG というのは腰下っていうのはいわゆるブロック側ですね。エンジンってヘッドとブロックで分かれてますけれども、ブロック側下側がですね 1800cc のものを使います。代表的なのがカリーナですねの 7AFE っていうエンジンがあったんですけれども、それの腰下を使って上側をいわゆる 4AG の、ヘッドを乗せてっていう組むんですけれども、そうするとやっぱり排気量があるので、トルクも出ますし回転の上がり方もすごく滑らかなんですね。かつやっぱり馬力も出ます。すごい4AG で頑張って NA で頑張っても200届くか届かんのところをやっぱり 7AG ってそれを超えてくるんですね、軽く。ものすごいやっぱり張り合っても速いな、やっぱ排気量ってでかいなと思いましたので、そういうところの表現なんだろうなっていうふうに私はちょっと今感じております。エンジンの勉強になりましたよね。ありがとうございます。福ちゃんが最初言ってたのは 4AG で700馬力って言ってましたね。出ないですね。絶対出ないんですよね。皆さん違い分かりましたでしょうかね。 4AG と 7AG の違いですね。そうですね。でそれをイメージして作ったモーターということなので、早速ねこちらの方を見ていきましょうかね。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モーターこちらね。パッケージがこうなってます。パッケージこうなってます。じゃあ早速開けていきましょうか。じゃあまずは 4AG の方に行きましょうか。箱からもうかっこいいですね。箱がもうエンジンじゃんこれ。 4AG ですね。
だね。こういう断りがまた D ライクさんですよね。なるほど、はい。ガチャンって。ほうほうほう。こういうふうにスポンジで入ってますね。おお、なるほど。じゃじゃん。じゃんと。お、なんか不思議な形してませんこれ。これ540ですよね。ここが540サイズですよね。要はここ540でここが絞ってあるっていう風ですよ。でこちらはセンサーですね。センサー側、はい、D ライクって書いてある。ちっちゃ。これちょっと普通の540モーター持ってきましょうか。あ、そうですね。ちょっとね比べてみましょうね。これねちょっとヨコモさんのモーターになるんですけども、これが通常の540モーターの大きさで、この上がね。これも D ライクさんの540モーターではあるんですけれども、全然ちっちゃいねこれ。横から見るとこういう感じになっております。ちょっと重さも測ってみましょうか。はい、ね、じゃあまずはこのヨコモのモーターから。はい、はい、よいしょ。じゃじゃん、ヨコモの540、178g ですね。はい、4AG いきましょうか。はい、104g。あれさっき130何グラムって書いてなかったっけ？はい。あれ？これは何でしょう。乾燥重量なのかな。まあターミナルがついてないっていうのもありますけど、そうですよね。軽いですよね。これは多分 LP86 とかに良さそうな感じ。そうですよね。もしかして 7AG は重さが違うとか？いっぺんじゃあこれも開けてみましょう。これも開けてみましょう。じゃあ 7AG の方開けますね。はい。じゃじゃん。1800cc で重いとか。お、1800cc 7AG 中運動ですよね。中運動ですね。はい。あれ？105g。おやおや。予想が。軽量ピストンですね。じゃあ。そういうことですよね。さっき言ってた光合成のその側繰りって言ったのかな。このうねうねが見えますよね。これで放熱性を高めてるっていう。これセンサーケーブルもついてるんだったっけ？かっこいい黒色のセンサーケーブルがここにございます。まあ約15ですね。っていうところかな。4AG の方からそうですね。まずは装着していきましょうか。はい。僕もLP86 を用意するんですけども、ちょっと間に合わないんで、三浦さんの MB にちょっとつけてもらおうかなと思って。MB にですか？ MB に。あれですね。タミヤのシャーシに一遍じゃあつけさせてもらいます。そうですよね。どういう違いがあるかっていうのを検証させてください。はい。でまた後ほどLP の方にもね。そうですよね。やっていきたいなと思います。わかりました。この三浦さんの MB01 っていうのはね、実車でも三浦さん86持ってるんです。かなりのこだわりがあって作られたマシンっていう風になっておりますので。そうですね。はい。よろしくお願いします。取り付け完了。はい。になりました。はい。フロントからこれ三浦さんの MB01。そうですね。はい。でこれね。はい。フォーシングになってるんですよね。はい、イヤーフォーシングですね。ね、ファイブリンクになっております。はい、これテクラボパーツがねいっぱいついています。興味のある方はね、前に動画も上げているんでそちら見ていただいて、今つけたモーターがここです。ちっちゃい小ぶりです。本当小さいわ。はい。重量バランスもねちょっと変わったとは思うんですけれども、はい。そうですね。その辺をまた調整しながらというところですけど、今回はモーターの方ですね、をインプレッションするっていう感じなので、その違いをやっていきたいなと思います。
はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。どうも。いかがでしたこの 4AG の方？今回 4AG17.5 ターンですが、率直に言ってめちゃくちゃ 4AG でしたね。4AG は普段乗ってるので、余計にそうやって思ったんですけど、じゃあ何がそうかっていうと、特に感じたのは回転の下り方なんですね。上がり方もそうだし下り方もなんですけど、ブラシレスモーターって結構簡単にこうなんていうの、スコーンって落ちは早いですよね。落ちは早いですよね。これなんか完成力が働いてる感じで、いっぺんブーンって上がってからうーって下がる、そのうーがあるので、そこですごくアクセルコントロールがしやすいんですよね。よく86で勘違いされてるのが、すごいドリフトしやすい車だって思われてると思うんですけど、実車がですね、実はめっちゃくちゃ難しいんですよね。最初すごくメカニカルグリップが強くて、下手するともうどんどんグリップしていく車なんで、それを崩す、その壊れるところが難しいんですけど、それがなんかこのモーターでなんか表現しやすいですね。だからグリップとそのドリフトの、よく僕言いますけど、狭間が分かりやすいんですよね。それって構造であったり、そのモーターの特性とかで表すしかないんですけど、それがすごく表しやすい、分かりやすいで、壊れてからもすごくコントロールしやすい、アクセルコントロールしやすい、その86の楽しさがそこにあったので、もうそのカウンター量とアクセル量のそのマッチング、それから荷重の色した時にどうするかっていう、すげえ面白いなと思いましたね。これどちらかというと、だからドリフトが簡単じゃなくて操作が楽しいっていう感じがあるなって思いました。今までのよくあるモーターとは全く違うね、これ。そうですね。話聞いてるとものすごい力があってオーバーパワーで、何でもかんでもすぐ書いてってっていうんじゃなくて、きちんとした本当に移動させてあげないとケツは出ないし、逆に言ったらグリップで一周も走れちゃうんですけど、すげえ面白いですね。はい、そういう遊び方がグリップで走っても僕はいいと思うんですけど、でそれの向こう側にあるドリフトで中でもまたコントロールしていけると 4AG らしいですね。なるほど。4AG に関しては非常にいいというところですよね。そうですね。本来これ多分 LP86 に使ってほしいとは思ってるんですけど、これ多分他のマシンでもいい感じだよね。そうだと思います。はい。今回 FR レイアウトなんですけれども、それに限ったことじゃなくて、昨今あるそのリアモーターしかりですし、いろんなシャーシにつけても、でもボディが86で86が好きだよっていう人にもものすごいおすすめじゃないかなというふうに思います。来たね、藤原匠。来ましたね。藤原匠をよく僕が分かってないっていうのがいけないんですけど。僕はあんまり知らないんですよね。やっぱファンが多いやっぱり86なので、そのフィーリングをね、もうガチで再現したモーターだよっていうところでね。そうですね。ありですね。さすがこだわりが強いですね。じゃあ次に 7AG いきましょうか。はい、そうですね。7AG チューンドということで。はい、じゃあ今度こちらにね、付け替えて走ってみたいと思います。じゃあ行きましょう。お願いします。よろしくお願いします。7AG ですね。に積み替えました。実際で言うともう 4AG と 7AG も別物なんですね。ぐらいすごい、なんでしょう。こんな簡単な表現でいいかどうかわかんないですけど、86とは思えんぐらい速いんですよね。っていう思い出が僕にもあるんですけれども、それがどういうふうにこのモーターで変わるのかっていうのがすごく楽しみです。楽しみですね。さっきの 4AG がすごい高評価だったんで、これもちょっと期待しちゃいますよね。そうですね。じゃあ走ってるとこ行きましょうか。はい、お願いします。よろしくお願いします。
お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。7AG。7AG。これモリモリだね、見てて。これ 7AG っすよ。本当。これね 7AG でしたね。全然違いました。純度って書いてありますけど、まあそうですね。7AG。ハイカム組んでね、軽量ピストンでっていう感じ出てますよこれ。でも本当に対応するには同じマシンだと正直言ってやっぱ難しいですね。やっぱりパワーが、トルクも馬力も出とる感じなんですよ。なのでやっぱり駆動系足回りをそれに合わせていかないとちょっと難しいなっていうのは正直思いましたね。それに対応するようにしていかないとやっぱり、どっちがじゃあ楽だったかっていうとさっきの 4AG の方が楽というかコントロールはしやすいですね。でも要はこのマシンに合ってましたよね、合ってました 4AG が。そうですね、とここの路面、とタイヤに合ってましたね。なるほど。これにするんだったらやっぱりもう少しタイヤグリップを上げないといけなかったし、でも上位互換なんですよね。やっぱアクセルワークでコントロールできるところは一緒でしたし、回転の感じも似てるところがあるんですよ。でもやっぱり吹き上がり下りはこっちの方が速いですね。速くてなんでちょっと中上級者向けかなと思いましたね。なるほどね。今これはもう86っていうのコンセプトで、それをイメージして作ったマシンなんで、もう少しそのコンペ向けのマシンとかだったら全然いけそうだよね。そういう感じだと思います。ハイブリッドだとかそっち系とかね。そうですね。ハイブリッドにも使えると思うんです。全然性格の違う2つなんですけども、2つじゃあどっちがおすすめかって言われたら2つともおすすめですね。2つとも買いますね。良さそうだよね、なんか。そうですね。その場面によって本当違うので、どっちもすごい良かったですね。LP86 とかね、86のボディでやりたい人は 4AG 買ってもらって、もう少し大パワーの例えばシルビアとか、そうですね。そっち系の場合はもうそっちっていうかね。そうですね。どちらかというと SR に近い感じっていうのもあると思うので、いいなと思いましたね。いやーちょっとね驚いたな、インプレッション聞いてて。こんな違う。そしてすごいこだわりですよこれ。最初はね名前だけ 4AG かみたいなのはちょっとね思っちゃった。実際やっぱり吉澤さんがここ10年ぐらいね構想を練ってやっと発売したっていうだけのことはあるんだなって。そうですね。やっぱり待ち望んでた方いっぱいいると思うので、感謝を伝えたいなと思いますね。これをこういうねスケールラジコンで表現してくれたことがすごく嬉しいですね。なるほど。長いテストね、お疲れ様でした。とんでもないです。ありがとうございました。いい経験させてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。